こんにちは、サイバーです。今日は天気悪いです。京都は昼からは雨だって言うんで、って、こんな時ってほら、ちょっと心が重たくなったりするじゃないですか。青空の時はすごい気持ちいいのに、曇っちゃうとね、なんとなく心がこう沈んでしまうみたいなことってあるでしょ。人って喜怒哀楽がいろんなことがあります。私はできるだけいつも明るくいたいなと思うの。でね、神様にお祈りするんです。朝起きたら神様って言っても、私は多分ちょっと違った神様っていうか、世界中にいろんな神様いるでしょ。仏教でもいますよね。それこそイスラエルの神様とかいろんなのがありますよね。でもね、呼び名が違うだけで本当は神様一つなんだと思うの。それはみんな思わずに、私の宗教は正しいとか正しくないとかって言ってるだけで、本当は一人なんだと思う。その神様に朝お祈りします。神様、今日も朝この日の光の中で私を目覚めさせてくださってありがとうございました。どうぞ今日も人を恨んだり憎んだり呪ったりすることのないように私を守ってください。そして一日私が穏やかで過ごし、夜を迎え、明日の朝また日の光で照らせるようにお願いします。それ祈った後に、今度は私の父や母、私の大事なでも亡くなった人たちを一人一人名前呼んで、そして今生きている、例えば私の子供たちや孫たち、そして私の大事な友達の名前を呼んだ後に、皆さんおはようございます、今日もいい目覚めできましたか、神様にお礼言います。そして皆さんも私と同じように人を恨んだり憎んだり呪ったりすることなく、今日一日が穏やかでありますように神様にお願いいたしますって言うんです。人ってやっぱり一番大事なのは自分の心です。自分の心を守らなきゃいけません。人の心を思うようにやろうなんて絶対できないわけだから。だから健康であるためにはまず自分の心をいつも温かくすることだと思うんです。でもそんな間でもやっぱり人に嫌な思いさせられることってありますよね。昔のことですけど、私の大事な人、異性関係じゃないですよ。でその人が会う時、どうしてもお金が足りない、今200万なきゃどうしようもないって言った時に、私急いで車走らせてね、その人に200万、余裕はなかったけどもそのお金を持って預けたの、届けたの。じゃその人がね、それから後もね、あの時に助けてもらった恩は絶対忘れない、本当に助かったって泣きながらね言っててね、いやあの時できたからしたのよって、別に恩着せがましくする必要もないじゃない。あったから、渡したかったから渡しただけのことだし。ところがその数年後に私がすっごい生活っていうかあることで困ってしまって、でその頃その人はすっごいお金持ちになってたの。もう別荘買ったり高い車買ったりいろんなことやっててね、その人に悪いけどこれだけお金貸してもらえないかなって、必ず返すからって言ったらね、いや返してもらうとは思わないけどさ、でもおかしいんちゃうとかって言って、いろんな理屈を言って、その時ね思ったの、私はで、あともう一つ、金の作る苦労知らんからよって言われた時にね、あなたがお金が困った時にお金を持ってったのは、お金を作る苦しさが知ってたから私は持ってったよって心の中で言ったの。言葉には出さなかった。この人無理だなと思ったから、この人いつもそうだったな、考えてみたら私はこの人にお金貸したことあっても
お金を借りたことはないよな。今その方はお金持ちとしか付き合わないって公言してらっしゃるみたいだけどね。でそれからともこはいろいろあって、でも私はね、何にも言い返せなかったの。その人に言い返せなかったんじゃなくて、言い返したら同じレベルに落ちると思ったから、この人と同じレベルにだけは私はなりたくないと思ったから、一言も言い返さなかった。ただその人に言ったのは LINE でね返したんだけど、私は全力であなたから遠ざかりますって。その後もなんかいろんなことがあって、この嘘をついてくれなかったとか守ってもらえなかったとかっていうのがあったんだけど、私嘘つくの嫌いだし、本当のことしか言えないしね。そのお金の問題は会う時ね、ふと何気なく友達と話してる時こうでねって今巻いてんだって言ったら、そこにいた娘さんがね、中野さんそれ今必要じゃない、私が貸すよって、本当にポンって、中野さんだったら信用できるから、本当にね一生懸命常に火を灯して貯めたお金だと思うんだけど、貸していただいた時に本当に感謝して、何があってもこの人にはこれ以上のものを返したいと思った。心も全てで。お金の問題じゃなくて、皆さんたちの中でもいろんな人を腹立ったり悔しかったりする時あると思う。でもね、言い返さない方がいい。言い返して分かる相手は最初からそういうことしない。必ずその前にそうだねっていう、その後の方の人みたいにね。でも例えばお金しか大事じゃない人はそんなこと思わないのよ。たとえそれがどれだけの付き合いがあったにしても、その人に対して悔しいムカつくわとこうだって思っててごらん、心の中に毒がいっぱい出てくる。本当に人を殺したくなったり、それこそ五寸釘を打ってね、藁人形を打ちたくなったりするかもしれない。でもそれはね、自分の心に決して良くないよ。自分の心を殺してってと思う。それをかその人との付き合いをやめちゃうの。やめれない人は格好だけ付き合うの。だって私の知ってるその人の周りはその人の悪口を言う人ばっかりだもの。でも本人の前ではすごいいいことしか言ってないけどね。で本人は知らないもんね。それより思ったことを思ったように言って思ったように受け入れてくれる、それが一番いいの。この前から言ったみたいに、苦しかったら苦しいと思えばいい、辛かったら辛くって思えばいい。ただ頑張ることはやめなさい。心の中に苦しい辛い思いをずっと抑えてったらね、自分で自分殺しちゃうから。だから例えば私はもう今その人に対して何も思ってないけど、もしまだ今悔しい憎い人がいたらね、よかった、自分はあのレベルじゃないわって、私人間だわって思って自分を褒めてあげなさい。それが一番自分を救うことだし。でその人が例えばこれから先すごい憎い人がね、これから先良くなろうと悪くなろうと、それはその人の人生であって、あなたの人生には何にも関係ないことだから。で例えば私と同じように高齢者の人で子供たちがいなかったり、子供たちも生活に一生懸命な人だったらね、この前私が九州に帰った時に
知り合いと話したりしたんだけど、苦しかったら生活保護受けるのよ。生活保護ってね、小じきじゃないよ。自分が今までずっと働いて国に税金きちんと納めてきたわけだから、受けるだけの権利があるのよ。資格があるのよ。例えばさっきみたいな人に私がね、どれだけ這いつくばって土下座したってね、そういう人貸さないの。その分どんどん自分が心が苦しくなってくでしょ。そしたらさ、堂々と生活保護を受ければいいじゃない。例えば野菜なんか取れない時はさ、本当春だったら柿の新芽とかね、天ぷらにしたら美味しいよ。お茶のかすもね、かき揚げにしたら美味しいよ。みんなでそうしてさ、手を携えていけばいいんじゃない？私はもうすぐここを離れるんだけど、鴨川を散歩してる時にね、私は通り過ぎる人たち、知らない人たちばっかしだけど、おはようございますとか、こんにちはって声かけるの。今それやっちゃいけないよねって言うよね。危ないからって。でもお互いにそ知らぬ他人同士で通り過ぎる、そういう冷たさばっかりだったから、今のこの日本の味気ない世の中になっちゃったんじゃないのかな。だから私はね、ど田舎の娘だから、今でもたとえそれが知らない相手であっても、おはようございます、こんにちはって言うの。するとね、向こう側の人も私を知らないのにね、ニコッと笑っておはようございますとかこんにちはって言ってくれるの。日本中の人間が全部悪い人間じゃないでしょ。じゃあさ、まさか街のど真ん中で全員にこんにちはって言えっていうわけじゃないんだからさ、散歩してる時とかいろんな時にこんにちはとか、そういうことを言ってお互いにあったかい空気を交換しませんか。悔しい人間にお互いに憎しみのこもった目を向けるよりも、知らない人同士であったかい挨拶を交わした方が、私は絶対に世の中いいと思うな。そして嫌だな、例えば相手がこっちが悪くて言ってくれた時は本当に素直に本当ごめんなさいって言わなきゃいけないけど、誰がどう聞いても自分が間違っていない時は全力でその人から遠ざかることです。逃げることです。相手が何て言ってきても絶対に言い返さない。言い返した時は同じレベルに落ちるぞって自分に言い聞かせてください。ごめんなさい、おかしいね。さあ、じゃあ今日も私あなたにも言います。どうぞ今日あなたが人を恨んだり憎んだり呪ったりすることなく、一日心が穏やかでありますように。そして夜を迎えゆっくり休み、明日の朝光の中で目覚めることができますように。今日も私はあなたを愛してます。あなたが涙が出るぐらい大好きです。本当に大好きです。また明日会いましょうね。苦しかったら連絡してきてね。またね。愛してるよ。